16号整形外科山田しおり枕研究所の山田しおりです。今回は頸椎椎間板ヘルニア、この患者様は日常生活の中ではやってはいけないこと、 NG なことがあります。それを具体的に説明していきたいと思います。頸椎椎間板ヘルニアをお持ちの患者様はもちろん必見ですが、次に説明する症状がある方ももしかして気づいてないけどヘルニアかもしれないので、そういう方はぜひこの動画を参考にして予防をしてください。改めまして、頸椎椎間板ヘルニア、どのような病態だったかを説明していきます。私の所属する日本整形外科学会のホームページにも詳しい説明があるのでご参照ください。首の中にはこのような首の骨と、中に脊髄神経、そして枝のように経神経という首の神経が入っています。このような状態であるわけですが、これを抜き出して大きく拡大してみると、一つずつのこの骨、2番3番4番5番6番7番7つの骨があって、椎体という骨ですね。この間には詰めて水色でチェックする椎間板という軟骨があります。骨よりも柔らかく、ちょっと色でいうと白っぽく映っていますが、これ椎間板ですね。もし首が骨だけだったらフレキシブルに曲げることができません。でも骨椎間板、骨椎間板、骨椎間板となっているからこそ柔軟に首を動かすことができるんですね。この椎間板、今申し上げたようにあるからこそ動けるんですが、悪い姿勢をとったり動かし方が良くなかったりすると、椎間板がどんどん出っ張ってきてしまって、このように今5番と6番という間の椎間板を見ていますが、後ろにぷくっと飛び出してしまうことがあります。これを何て言いますか？頸椎椎間板ヘルニアですね。その通りです。これこそが頸椎椎間板ヘルニア。その真後ろに神経が控えていますから、神経は出っ張ってきた椎間板ヘルニアによって容易に圧迫されてしまうんですね。これが神経に当たると出る症状、これは往々にして、肩こりや首の痛みのみならず、片方の手に障害が出ることが多いんです。特に悪い姿勢、長時間上を向いたり不良な姿勢になって少し首が後屈し斜めに傾いたりすると、より片側の手の症状が出やすい。これを神経根症状と言います。神経の根元、根症状と言います。この神経根症状が出ている場合には、首の中に頸椎椎間板ヘルニアがあるのではないかということを私たち医師は念頭に置いて治療を行うわけです。そして、これには重要な診断をつけるために、まず問診といって患者様のお話をよく伺うんですね。どんな時にどんな姿勢をとったり、どんなことをしている時に症状が出ますか？その症状はどんな症状ですか？どのぐらい強い症状ですか？どうやると改善しますか？いつ起こりますか？細かくまるで刑事のように、症状について聞いていくわけです。そこである程度頸椎椎間板ヘルニアかどうかの、察しが私たち医師はつくわけです。さらに、触診といって実際に患者様の首や肩や手を触ってどんな症状があるかを確認します。その後画像診断といってレントゲン検査や MRI 検査をし、確定診断がついていよいよ頸椎椎間板ヘルニアかどうかが決まっていくわけです。なんか最近手が左手しびれるっていうことですよね。はい、朝起きた時に手がしびれて、あとは力が入らなくなったりします。あらららら。日頃も肩こりとか頭痛もありますか？普段もこの左肩が凝って、あとは首から
頭も痛みがあります。ありますね。わかりました。いつ頃から出てるんですか？大体1ヶ月前ぐらいですかね。1ヶ月ぐらい前から。そうするとちょっとこうクーラーなんかも入り始めて、首や肩冷え始めた頃から症状強くなってるみたいですね。確かにエアコンつけ始めた頃ですね。わかりました。なんかデスクワークが忙しいとか残業が多かったりとか、体に対する負担もかかっていますか？はい、デスクワークは普段多いので、夕方も結構辛くなったりしますね。わかりました。というふうにお話を聞いていくと、もしかしてこれは血液ヘルニアかなというふうに念頭で考えてるわけですね。実際に触診させていただきましょう。どうぞお座りください。症状は左とおっしゃってましたね。はい、ではお首をまず後ろに倒します。左手に響きますか？ちょっと響きますね。はい、この辺まで響きますか？はい、響いてます。響いてます。さらに左に傾けるとどうですか？もっとひどくなりませんか？はい、ひどくなりますね。指先に来ますか？指先まで来ますね。これは首のヘルニアの可能性があります。これはジャクソンスパーリングテストといって、神経の悪い側にあえて症状を出す誘発テストというものなんです。逆に右に倒しても右の手には響かないんじゃないですか？右側は大丈夫ですね。ですね。このように顕著に片側に出るときは左の血液カマヘルニアも疑われるんです。下をうつむきます。はい、いいですよ。ちょっと首触りますね。右は痛みはないですか？はい、ないです。はい、左はどうですか？左側は痛いです。痛いですね。ここも左は痛いですか？痛いです。痛いですね。こちらは大丈夫ですか？大丈夫です。ですね。このようにはっきりと右は大丈夫、左は辛いという2つに分かれた症状が出ています。力をぐーっと入れてください。同じように入れていますか？はい。でも左だけは力が入っていないんですね。触った感じ、こちらはっきりと分かると思うんですが、少し膜をかぶったような鈍さないですか？確かにグワグワしてます。グワグワしてますね。指もこれとこれでは少し違いますか？はい。はい。ここはどうですか？もうちょっと違います。これはこれもちょっと違います。違いますね。このように手先のしびれ、感覚の障害が出てきた場合には、やはり左の血液カマヘルニアが疑われ、レントゲン検査や、MRI の画像を撮ってみて確定診断がつくかと思います。では画像診断でも明らかに MRI で血液カマヘルニアがあって、椎間板ヘルニアと確定診断された患者様、治療をどのようにすればいいかお話していきます。まず第一に、頸椎椎間板が張っても姿勢が良ければ障害を出さないっていうこともあるんですね。逆に言うと、首の姿勢が悪いとなおさら症状を強く出しますので、首を良い姿勢にして首の安静を保つこと、最も重要な治療です。そして鎮痛剤や、筋肉の緊張を取る弛緩薬などさまざまな内服治療があります。それでも良くならない場合は、私たちは注射、ブロック注射や点滴療法などを行って神経を回復させたり、痛みを取るような治療を行います。またリハビリテーション、物理療法といって首の機械の治療であったり、良い姿勢をとるような理学療法士の先生が指導するリハビリテーションを行うこともあります。最後に、もしそれでも症状が良くならずどんどん進行する、例えば手に力が入らない、しびれがひどくて感覚がわからなくなってくる、もっと言えば首の椎間板ヘルニアなのに足の症状まで出てきて、つま先がつまずいたり、お小水や便の出がおかしくなったり、さまざまな全身的な症状が出るとしたら、手術が必要なケースもあるんです。もちろん医療機関、医師の診断に基づいて適切な治療を行うことが大事です。私が今申し上げた冒頭、首の安静、頸椎を安定化させること、この時役に立つのがカラーやこのような首枕です。
実際やってみましょう。どちらのお首、どちらの手が辛かったでした？左側です。左側ですね。そしたら首枕、このように分厚い方と薄い方がありますが、厚い方を首の痛い側、左側に持ってきます。耳の下から始まって喉の前を通って一周ぐるりとしたら、顎の下にしっかりと入れ込みます。喉苦しくないように指が 1,2 本縦に入る隙間は開けといてください。いかがですか？はい、さっきより左手が楽になりました。楽になりました。こんなに瞬間的にと思うかもしれませんが、首枕は頭の重さを取ってくれるし、安定化させてグラグラするのを防いでくれます。それによって神経の根元、神経根、根っこの部分が神経を挟むのを防いでくれるので、瞬間的にも楽になる方が多いんです。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。